牛すじ大根を作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、牛すじ大根を作っていきたいと思います。牛すじ大根はね、結構手間がかかるイメージがあると思うんですが、今回は炊飯器を使ってほったらかしで簡単にできるレシピをご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに具材などの材料をご紹介します。材料はこちらです。牛すじ、大根、卵、長ネギの青い部分、生姜、こちらの材料を使って作っていきます。まず牛すじですね。今回約 350g 用意してます。だいたい300から 400g ぐらいを目安に入れていただくといいかなと思います。そして大根ですね。こちらは約 200g になります。大根に関しましては大根の青い方ですね。こちらの部分を使っていただくとより甘みがあって美味しく柔らかく仕上がります。そして生姜と長ネギですね。こちらは臭み取りとして使用していきます。なので必ず生のものを使用してください。あとはね、今回トッピングで卵もね一緒に入れていきたいと思います。こちらはお好みで OK です。それでは続いて調味料などの材料をご紹介します。材料はこちらです。お醤油、お酒、みりん、お水、蜂蜜、お味噌、だしの素、こちらの材料を使って作っていきます。まずですね、お酒に関しましてはこちらは塩分の入っていない清酒を使うようにしてください。そして今回の味付けのポイントは蜂蜜とお味噌です。蜂蜜はですね、蜂蜜のコクが加わるととてもね味わい深い仕上がりになります。ただ蜂蜜がダメな場合はこちらはお砂糖で代用してください。その場合も大さじ1杯で OK です。そしてお味噌ですね、こちらはだし入りの合わせ味噌を使っていきます。こちらのお味噌はですね、最後に加えていくんですけれども、入れていただくとこちらもコクと深みが出て美味しくなります。だしの素に関しましてはかつおだしを使用します。ということで早速作っていきたいと思います。それでは早速作っていきます。まずはじめに生姜を薄切りにしてください。こちら皮付きの状態で OK です。はい、生姜はこのように薄切りにします。それではね、炊飯器を用意してください。ここに牛すじを入れます。まだね、切ったりしなくて OK です。続いてここに長ネギの青い部分を入れます。そして生姜も入れてください。そしてこちらの3つの食材を入れたら3合目盛りのところまでお水を入れます。今回はね 5.5 合炊きの炊飯器を使用していきます。これでねしっかり浸かるように調整しましょう。3合目盛りでね全体が浸からない時はちょっと多めに入れていただいても OK です。そうしましたらこちらを通常炊飯していきます。時間で言うと60分ですね、炊飯してください。炊飯器の種類によって通常炊飯のボタンを押しても60分で止まらない場合や60分よりも早く終わる場合があります。なのできちんとね時間を計っていただくといいかなと思います。それではこちらを炊飯していきます。それでは続いて炊飯している間に大根を切っておきます。まず大根をですね、だいたい1センチから 1.5 センチ幅ぐらいで切っていきます。そして少しね厚めに皮を剥いてください。そうするとね味も染み込みやすくなります。このぐらい厚めに剥きましょう。このね大根の皮はきんぴら炒めにするとねとても美味しいので、こちらもねぜひ活用してみてください。ではねこちら残りも剥いていきます。もちろんね皮を剥いてから切っていただいても大丈夫です。はい、このように切ります。そしたらですねこちらを2等分にしていきます。大きいものとかはね4等分にしても OK です。はい、大根はこのように切っておいてください。では続いてトッピングのねゆで卵を作っていきます。まずね小鍋にお水を張って沸騰させます。はい、沸騰しました。沸騰したらここに塩を小さじ1/2ほど入れてください。こちら分量外です。卵を茹でる時に塩を入れていただくと卵の殻にひびが入って白身が飛び出てしまってもその飛び出た白身がすぐ固まります。なのでこちらの塩は予防策として入れてます。ではねこちら卵をそっと入れましょう。こちら冷蔵庫からすぐ出しの卵です。
はい、そしてクツクツさせた状態をキープしながらこのまま7分茹でていきます。卵をね茹でる時に茹で始め 2,3 分ぐらいですね、このように転がしながら茹でていただくと卵黄がね真ん中に来やすくなります。ただこの時ひびが入らないようにだけ注意してください。この工程はマストではないので黄身を真ん中にしたい時だけやってみてください。はい、7分経ちました。そしたら火を止めます。火を止めてすぐね氷水で冷やしてください。卵はですねすぐ冷やさないと殻に白身がくっついてしまいますので、必ずすぐ氷水で冷やすようにしてください。それではこのままだいたい10分ほど冷やしていきます。はい、炊飯が終わりました。蓋を開けます。じゃじゃーん。今ねこのような状態になってます。そしたらですね一度こちらの牛すじを取り除いて水洗いしていきます。それではですねざるを用意してこの中に牛すじだけ入れていきます。はい、でざるにあけたらこちらは一度ね水洗いします。表面をねきれいにしていくイメージですね。こうしていただくとお肉の臭みを取ることができます。仕上がりもねきれいになります。表面をきれいに洗いましょう。はい、このように水洗いしてください。そして炊飯器の釜もね一度きれいに洗って水分を拭き取っておきましょう。それではね水洗いした牛すじを食べやすい大きさに切っていきます。お好みの大きさに切ってください。牛すじはこのように切ってください。では炊飯器の釜を用意してください。この中にまずね牛すじを入れます。続いてここに切っておいた大根を入れてください。そしたらここにお水を入れます。はい、続いて調味料を入れていきます。まずお酒、みりん、お醤油、蜂蜜、だしの素。まずねお味噌以外の調味料を入れてください。そしてよく混ぜます。はい、そうしましたらまた同じように通常炊飯していきます。時間で言うと60分ですね。こちらもですね炊飯器の種類によって炊飯が完了する時間が変わると思いますので、時間を計っていただくといいかなと思います。では炊飯していきます。それでは続いて炊飯している間にゆで卵の殻を剥いていきます。まずこの丸い方にひびを入れてください。そして一皮むきます。あとは親指の腹を使って卵を撫でるように剥いていきましょう。しっかり冷やしていただくとこのようにねつるんと剥くことができます。はい、このように殻を剥いてください。ではもう一個もね同じように剥いていきます。ちょっとねやりにくい時はこうやってね水につけながらやっていただくとやりやすいと思います。はい、ゆで卵はこのように殻を剥いておいてください。はい、炊飯が終わりました。蓋を開けます。じゃじゃーん。このようにねとても美味しそうな仕上がりになってます。そしたらね一度混ぜてください。大根にもねしっかり味が馴染んでますね。最後仕上げです。ここにお味噌を加えます。ダマにならないようにお玉でね溶いてから加えてください。そして入れます。これで混ぜましょう。最後にね味噌を加えていただくと味が締まってねさらに美味しくなります。でねこのまま食べてもいいんですけれども、さらに時間を置くとねよりしっかり味が染み込むので、もし時間がある場合はこの後1時間から2時間ほど保温で置いてみてください。そしてこのタイミングで卵を入れます。卵を入れる場合はですね最低でもね30分ぐらいは漬け込んでいただいた方が味が馴染むと思います。卵を加えたら卵の表面にもこのお汁をかけます。そしてペーパーをかぶせます。こうしていただくとね上の部分もね味が馴染んでくれます。一度この上からね汁をかけましょう。そしたら蓋をして保温にしてください。はい、今保温してから1時間経ちました。蓋を開けます。はい、そしてペーパーを取り除きます。このようにね卵にもしっかり味が染みて美味しそうに仕上がってます。大根もねこのように先ほどよりも中までしっかり味が染みてます。では盛り付けたいと思います。
はい、これで牛すじ大根の完成です。こんな感じに仕上がりました。牛すじはこのようにとてもトロトロで柔らかな仕上がりになってます。そして大根にもね、しっかり味が染み込んでます。そして卵はこのように固めの半熟に仕上がってます。最後はお好みでネギや七味唐辛子をかけて召し上がってみてください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではまずね、牛すじからいただきたいと思います。いただきます。お肉部分がホロホロですごく美味しいです。味もしっかり染みてますね。では続いて大根もいただきます。牛肉の旨味が染み込んでてすごく美味しいです。では続いて卵もいただきます。もうね、卵も最高に合いますね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の牛すじ大根のポイントです。まずですね、今回は炊飯器でほったらかしで簡単に作れるレシピをご紹介しました。牛すじをね、煮込む時も炊飯器を使ってるので、ほったらかしでね、その間他の作業をすることができます。まずはじめに炊飯器の中に牛すじと長ネギの青い部分と、あとはね、スライスした生姜を入れて、そして3合目盛りぐらいのところまでお水を入れてください。3合目盛りのところまでお水を入れても少しね、牛すじがはみ出るときはもう少しお水を足してください。そしてその後は一度通常炊飯してください。ただですね、この通常炊飯も炊飯器の種類によって適正のね、炊飯時間が変わる場合があります。なので60分を目安にタイマーなどをね、セットしていただくといいかなと思います。60分経ったら止めていただいて OK です。そして一度炊飯が終わったら牛すじを取り出して、その牛すじを水洗いしてください。そしてしっかりお水で洗った後は食べやすい大きさに切ってください。あとは牛すじと大根と調味料を加えて炊飯するだけなのですごく簡単です。大根に関しましてはだいたい1センチ幅に切って、あとはね、2等分でも4等分でも OK です。お好みの大きさに切って作ってみてください。そして今回の味付けのポイントなんですが、甘さで蜂蜜を加えてます。蜂蜜のコクが加わることでとても味わい深い仕上がりになります。ただ蜂蜜がダメな場合はこちらはお砂糖で代用してみてください。そしてお味噌に関してなんですが、こちらはですね、煮込まずに2回目の炊飯が終わった後に加えてください。このお味噌を加えていただくとコクがアップしてとても美味しい仕上がりになります。そして卵に関しましても最後保温する時に加えてください。ただですね、固茹でがお好きな方は大根と一緒に炊飯していただいても OK です。固めの半熟にしたい場合は今回の方法でやってみてください。1回目牛すじだけの炊飯をして、2回目大根と調味料を加えて炊飯して、その後ね、すぐ食べることもできるんですけれども、保温で少し置いていただくとより味が染み込んで美味しい仕上がりになります。今回私はね、1時間置いてる状態です。あとは上にお好みでネギなどをかけて召し上がってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は牛すじ大根を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。